ようこそ。今回はですね、共有いただいた AI エージェント構築実践ガイド、これを一緒に見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。この時間で、AI エージェントって一体何なのかとか、どういう時に役立つのか、あとその作り方の基本みたいなところを掴んでいきたいなと。ええ、最近よく聞く LLM、大規模言語モデルの進化が、このエージェントっていう新しいシステムを可能にしてるんですよね。そうですね。まずそのエージェントって何かっていう定義からはっきりさせておきましょうか。お願いします。これはですね、ユーザー、つまりあなたに代わって独立してタスクを達成するシステムのことなんです。ほう、タスクを達成。ええ、だから単に応答を返すだけのチャットボットとか、あるいは決まった手順を繰り返す従来のソフトウェア自動化とは根本的に違うわけです。根本的に違う。自律的っていうのがやっぱりポイントなんですね。単なる自動化ツールとは違うと。おっしゃる通りです。ということは、事前にプログラムされたルールだけじゃ対応できないような、ある種の、なんていうか判断をさせることが大事になってくる。みたいな感じですか？まさにそこです。エージェントの、一番大事なところは LLM をいわば思考エンジンとして使う点なんです。思考エンジン。はい。それでワークフロー全体を管理して状況に応じた意思決定を行うと。なるほど。意思決定まで。それに加えて外部のシステムと連携するためのツール、これも持っています。ツールですか？はい。それで必要に応じて自律的に動くんですが、でも常にちゃんと決められたガードレール、安全策ですね。その範囲内で動くということです。なるほど。自律的に動くけどちゃんと枠はあると。じゃあ具体的にどういう場合にこのエージェントっていうのが特に力を発揮するんでしょうか？資料にはその従来のルールベースだとちょっとうまくいかないようなワークフローにいいって書いてますね。そうなんです。例えばですね、決済の不正利用分析、これを考えてみましょうか。はいはい、ありますね。従来のシステムだと、もう事前に定義されたルールに基づいてチェックするだけ。いわばチェックリスト係みたいなものです。まあ確かにルールに合ってるか合ってないかだけですもんね。ですよね。でも LLM を使ったエージェントはもっと経験豊富な調査員みたいに振る舞える可能性があるんです。調査員ですか？面白い例えですね。つまり全体の文脈を評価してなんか微妙なパターンを読み取ったり、あとは明確なルール違反がなくてもあれこれちょっと怪しいぞみたいな動きを特定できる、この曖昧さに対応できる力、これが大きな違いじゃないですかね。なるほど。その調査員っていうのは分かりやすいですね。ルールだけじゃ捉えきれないその複雑なところを扱えるのがエージェントの価値と。ええ、資料には他にも維持が大変な複雑なルールを持つシステムとか、あとは自然言語の解釈が必要な場面。例えば文書から意味を抽出したり、保険金の請求処理みたいに対話が必要だったり、そういうのが挙げられてますね。そうですそうです。ただもちろんエージェントを作るぞってなる前に本当にその LLM エージェントの能力が必要なのかどうか、そこは見極めが大事ですよ。ああ、なるほど。もしかしたらもっとシンプルな従来のやり方で十分かもしれないですからね。確かに何でもかんでもエージェントではないと。じゃあ実際に作るってなった時のその基本の要素についてもちょっと見ていきましょうか。資料だとモデル、ツール、指示の3つがコアになる部品だって書いてますね。はい、その通りです。まずモデル。これがエージェントのいわば頭ですよね。推論したり意思決定したりするその LLM 本体です。ふむふむ。これはタスクの複雑さとか求める応答の速さ、あとはコスト、そういうのに合わせて最適なものを選ぶ必要がありますね。次にツール。これは例えば外部のデータベースに問い合わせたりメールを送ったり、そういう他のシステムと連携するための、API とか機能のセット。なるほど。連携機能ですね。そして最後の指示。はい、指示。これがエージェントがどう動くべきかの明確なガイドラインとか、さっき言ったガードレールになるものです。これがすごく重要そうですね。曖昧さを減らして判断の質を高めるためにと。既存の手順書とかをうまく使ったり、タスクを細かく分けたり、あとは予期せぬことが起きた時にどうするか、そういう対応策もちゃんと盛り込むのがいいって推奨されてますね。その通りです。これらを上手に組み合わせるわけですけど、大事なのは最初から完璧を目指さないこと。あ、いきなり全部じゃなくて。最初はシンプルに始めて、実際のユーザーさんと一緒にテストしながら、徐々に機能を追加していくっていう、そういう進め方がいいですね。なるほど。全体をちょっと整理してみると、まず強力な LLM があって、それからいろいろなツールがあって、
そしてはっきりとした指示がある。この3つが揃うことで、これまで自動化が難しかったような複雑なワークフローを私的に処理できる。そういう大きな可能性が見えてくるってことですね。ええ、まさに。そして何度も言いますけど、小さく始めてユーザーと一緒に検証して、で、安全のためのガードレールと、あと人間の目による監視体制。これもちゃんと整えつつ、段階的に能力を広げていく。うんうん。この、なんていうか、慎重な進め方が成功の鍵だと思います。やっぱり安全性と信頼性の確保は、これはもう絶対に必要ですから。リスクをちゃんと管理しながら新しい技術を取り入れていく。すごく実践的な戦略って感じがしますね。そうですね。最後にですね、一つちょっと皆さんに考えてみてほしいことがあるんです。はい、なんでしょこのガイドでは、エージェントが従来の自動化と違って、曖昧さを処理できる、状況に適応できる、そういう能力を強調してましたよね。さっきの調査員の例みたいに。う。ええ、知ってましたね。これを踏まえて、もし AI が単なるチェックリスト係じゃなくて、文脈を深く理解できる調査員みたいに機能したらと、そう考えたときに、今あなたが関わっている業務の中で、なんか複雑だなとか、ちょっと厄介だなと感じているプロセス、それはどんな風に変わり得る可能性があると思いますか？おお、それは深い問いですね。チェックリスト係から調査員へ。自分の仕事がどう変わるか。なるほど、これは持ち帰って考えてみたいテーマですね。ありがとうございました。